そいつにアルテミジアレイプされちゃう。これはだから絵による復讐って呼ばれる作品なんですよ。あのセクハラなんで OK なの？アルテミジア・ジェンティレスキ、ホロフェルネスの首をはねるユディットですよ。これ似たような絵見たことあるでしょ。はい、カラバッチョの時に。そうそう、覚えてた？よろしい。同じテーマの絵。似すぎというか。もう同じテーマだけど、それ以外。描き方が。ああ、なんだっけ。キアロスクーロが。もう暗闇主義な。キアロスクーロの極端なやつ、テネブリズムも似てるよね。テーマも同じならばちょっと画風も似てる。それはね、もう一言で終わっちゃいますよ。この人がカラバッジョの影響を受けてる側ですよ。カラバッジョの影響を受けた画家っていうのはものすごく多いわけだよね。で当時ローマに勉強に来てた北方の画家たちも影響を受けて、みんなそのカラバジェスティとかカラバジェスキって呼ばれる人になって帰っていったから、ほらカラバッジョの時に見たジョルジュ・ロラトゥールとかさ、あとレンブラントなんかもオランダに帰ったカラバジェスキから学んであの明暗表現になったわけなんだけど、このアルテミジア・ジェンティレスキはカラバッジョ本人から直の影響を受けてる人なんですよ。だから見るんですよ当然。なんですけど、これでも同じこのホロフェルネスの首をはねるユディトっていうやつなんだけど、これは旧約聖書の続編にユディト記っていう、もうこの人だけの物語があるのね。史実と違うらしいんだけどさ、アッシリアのネブカドネザルの軍隊、ホロフェルネスってすごい強い将軍で、この将軍が率いる軍隊にユダヤの町が包囲されちゃうんだよ。で滅ぼされちゃうってなった時に、この、旦那を亡くした未亡人だったユディトっていう美人が「私がやったるわ」って言って綺麗な服を着てホロフェルネスのとこ行くんですよ。で色仕掛けですよ。だから「よう来たよう来た」みたいな「私の言うこと聞くか」みたいなことになって、で散々よいしょしてもうガンガン飲ませて酔いつぶれて寝ちゃったところを見計らって首をはねて町を救ったっていう。そういうだからユダヤの英雄なんですよこの人。105歳まで生きたらしいよ、聖書のユディト記によるとそういう物語なんですよ。同じ物語を同じような画風で書いてますけど、違うとこもありますよね。ユディトの書き方はどう思う？強そう、こっちの人。こっちの方が強そうでしょ。そこ大事なポイントだと思うんだよ。これでよく若干腰引けてこれじゃ切れねえよっていうこれ例のノトリアス・ビッチあの人がモデルのやつだけど嫌そうな顔して、この人は腰入ってがっつりいってやったるでの顔をしてるんだよ。これなんかもう劇だよこれ実際にはこんな風にはいかんだ。これはもうがっつりいってますよっていうその違いがあるんですよ。実はこっちの作品を書いたアルテミジア・ジェンティレスキっていう人はアルテミジアっていうぐらいで女性なんだよ。でカラバッジョはミケランジェロってぐらいで男、美少年好きではあるけどもかなりいかついおっさんだったよね。この人は女性なんですよ。今までさコメント欄に女性の画家をやってくださいとか、近代以前になんで女性画家が少ないんですかとか、そういう質問結構あったでしょ。だから今回はちょっとその近代以前の、なぜ女性画家が少ないかとか、その辺の話から始めていきたいと思うんですよ。確かに近代以前女性の画家が少ないって少ないんだけど、でもそれを言い出せば画家だけじゃなくって大概の職業女性が少ないんだよ。肉体労働が多かったからっていうのも一つあるんだけれども、画家は出来方が描くと肉体労働かもしれないけど、そんなでもない。いわゆるこういう知的職業でも女性が少ないわけだよ。それは別に才能とか適性の問題じゃないわけだよね。単に機会が与えられなかったっていうことなんだよね。で近代以前は公共教育もないわけですよ。だから普通のうちの女性はもううちの中の仕事をやると働くのは男がやるからっていうんで学校行く必要もないしっていうのはあるわけじゃない。とやっぱこう歴史画とか書くにはある程度こう知識がないと書けなかったりするし、それから男社会だっていうのがあって工房も男ばっかりいるからって機会が与えられなかったから、女性の画家が少なかった。だけどその当時でも
女性が教育や職業訓練を受けられる機会が3つだけあったんだよ。一つは修道女になるんだよ。修道院は教育があるわけで、特に中世の頃までのヨーロッパなんかだと、それ日本もそうだけど、教育は教会なんだよ。ほとんどの大学やなんかみんな教会が作ってるでしょ。日本もそうじゃん。貧しい子が勉強しようと思うとお寺、比叡山に行くじゃない、はい、それと同じなんだよ。だから修道場になるっていうのが一つ。もう一個は普通のうちの子は学校行けないわけだよ。だけどお金持ち、そうお金持ちは学校行かなくても家庭教師いろんな人呼んできて子供の教育できるわけだよ。だから金持ちの子。3つ目は何だと、どういううちに生まれると画家になる。ああ、親が画家。ピンポン。その3つなんだよ。修道院に入る。で修道院に入ると絵を描く仕事があるわけだよ。写本の挿絵だとか、なんなら壁画とか宗教画とか描く仕事がある。それからお金持ちのうちが趣味や教養として絵を描くことを習うっていうの。それから親が画家。あとも手伝いしたりなんかで、それで才能があればやってみないかになるっていう、この3つのコースがあるわけですよ。だからいないわけじゃないんですよ。ルネサンス以前なんかはもっぱら修道院ですよ。だから例えばこれはビンゲンのヒルデガルトっていうね、ドイツの修道女が書いた有名な本の挿絵なんだけど、こういう書いたりしてるわけです。ヒルデガルト・フォン・ビンゲン、この人は結構学者でもあって、博物学とかさ、今でいう医学的な薬草だとか、そういう代替医療みたいなのの研究をしてた人で、それで有名だから名前が残ってるのね。ルネサンスになってくると、例えば貴族の娘とか画家の娘が出てくるんだけれども、貴族の娘パターンで有名な人、ソフォニスバ・アングイスソーラっていう人なんだけど、この人はクレモナの貴族のお嬢さんだったんだよ。それでベルナルディのカンピっていうこの人、有名な画家。むしろだからこの人のうちはこの人に発注するようなうちなんだけど、この子は絵がうまいっていうんで、この人に習って画家になった人なんですよ。これは自分の肖像画なんだけど、それを師匠のカンピが描いてるっていう二重肖像画になってるわけ。この人はもううますぎるもんだから田舎にいるのはもったいないってローマに出て、でミケランジェロに認められて、この人が描いたカニに挟まれて泣いてる子供の素描、それをミケランジェロがこいつはすごいっつってミケランジェロにも認められてるの。ジョルジョ・バザーリっていう画家が有名な画家の伝記をいっぱい載せた本を書くんだけど、それにミケランジェロとかラファエロとかと並んでソフォニスバ・アンギスソーラも書いてある。そのぐらい有名な画家になった人なんですよ。貴族の娘パターンね。それから画家の娘パターン、例えばこの人ですね。この人はラビニア・フォンターナっていう人なんだけれども、このお父さんはボローニャ派の有名な画家のプロスペロ・フォンターナっていう人だったんだよ。それで兄弟姉妹たくさんいた中でこの人絵の才能に優れてるっていうことで、この人はローマ教皇のクレメンス8世に招かれてやっぱりローマで活躍した人なんですよ。でこの人もう一つなんで有名かっていうと、子供11人も産んで、だけどほら昔だからそのうち8人早死にしちゃうんだけど、子供たくさんいたわけだよ。それの世話を夫が家事とか、あと彼女が絵描く手伝いを夫がしてたので、元祖主婦なのこの人の夫。そのことでも有名な人なんだけど、こういうふうに女性画家いるにはいたんですよ、一定数。それでこの絵を描いたアルテミジア・ジェンティレスキっていうのも画家の娘パターンなんですよ。バロックの時代になるわけですけどね。この人のお父さんはオラツィオ・ジェンティレスキって言ってかなり有名な画家なんですけども、この人お父さんがカラバッジョの悪友なんだよ。カラバッジョと一緒に悪さしてたりしてる仲間なんだよ。お父さんもカラバッジョから影響を受けてこういうテネブリズムな絵を描いたりしてる。お父さんの手伝いとかを早くからやってるから、もう直にカラバッジョの影響を受けたもう生粋のカラバジェ好きなんで、この人は12歳の時にお母さんが亡くなって、でいろんなお父さんの手伝いを自分がしなきゃいけなくなって、絵の具作ったりとかさ、そういう手伝いやってたんだけど、おいこいつうまいぞってなって、
もう17歳の時に書いたのがこれですよ。うまこいつ才能あるということになって画家になっていくんだけどね。これはどういう絵かわかります？スザンナと長老たちっていう有名なテーマなんだよ。レンブラントなんかも書いてますよ。これは旧約聖書のダニエル記っていうのに出てくる話なんだけど、スザンナっていう美人が水浴をしてた時に江戸長老たちがそれ覗いてなかなかええ女やんけが出て、でちょっとわしらとええことせんかよみたいなこと言ってくる。でわしらの言うこと聞かんとね、お前が浮気しとったって言いふらすでみたいな、ひどいこと言うんですよ。だけど拒んで、そしたらこいつらが言いふらしたんですよ。女いろいろやっとるでみたいな、ね。それで裁判になって、それを大岡裁きをしましたみたいなそういう話なんだけど、だからやっぱこう女の人の裸が描けるテーマだからこの前ってよく描かれたテーマが。だからこのエロじじいたちにひどい目に遭う話じゃないですか。17歳の時に書いてるじゃないですか。これがねやっぱり嫌な予言になっちゃうんですよ。このアルテミジア・ジェンティレスキーが19歳の時、お父さんのオナツヨが壁画でっかい仕事をやるために助手が必要で、アシスタントにフィレンツェ出身のアゴスティーノ・タッシっていう、これがまたカラバッジョの上行くぐらいどうしようもない画家をアシスタントに雇うんですよ。そうしたらそいつにアルテミジアレイプされちゃう。お父さんがさすがに怒って裁判になるんですよ。よくだこのアルティメディア・ジェンティレスキーの名前はこのレイプ裁判の初期の事例としてよく出されちゃうね。でタッシその裁判の中でも明らかになってくるけど本当に悪くて、で自分の義理の妹、奥さんの妹をレイプしてた前科があったりとか、なんなら奥さん殺してるんだよ。何回か結婚してるんだけど常に奥さんいなくなってんの。もうどうしようもない極悪人なんですよ。それで裁判になるわけですよ。7ヶ月。それがレイプ裁判によるセカンドレイプ。これひどかったんだよ。記録残ってるから明らかなんだけど、当時のレイプ裁判って男性経験がない、処女がないと被害届受理してもらえないんだよ。まずだからお前本当に処女だったのか、お前が誘ったんじゃないのかっていうのでもう拷問までされてんだよ。指ばさみっていうなんか指痛くされる拷問とかされて物理的な被害にも遭ってるし、あともう散々嫌なことを聞かれるわけじゃん。肉体的に痛めつけられた上に精神的に一番ショックだったのはその頃だからお父さんのオラチオ・デンテスキの工房あるじゃない、で野郎ばっかりいるからやっぱりそんなとこに一緒に住ませてたら危ないから、娘と家のことやるお手伝いさん、いわゆる女の人だけが住む建物を作って、そこにそのお手伝いさんと一緒に住んでたんだよ。すごく仲良かったんで年も近くて、ところがその彼女がそのタッシに売ってたの。こっそり金もらってこっそり誰もいない時に今誰もいない、それでアンテミジガが助けて助けて言ってるのに私外に出て聞こえませんでしたみたいな。だから信用してた人に裏切られたっていう、そういうメンタルなダメージも受けたっていう大変ひどい目にあったんですよ。だからこの人はそのレイプ裁判の初期の事例、それからその裁判によるセカンドレイプっていうのを語るときにそっちの方で割に有名になっちゃった人なんだよ。まあそれでも裁判で勝訴ですよ、さすがに。だけど意外に刑軽くてさ、私が懲役2年なんだよ。でしかもちょっと短く出てきちゃったらしいんだけど、それでもお父さんがやっぱり一人でいるとあれだからっつっていいやつを探してきてくれるんですよ。フィレンツェのいい人の画家を。それでその人と結婚してフィレンツェに行くんですよ。でフィレンツェでね結構大活躍ですよ。その頃に描いたのがこれなんですよ。これだから今フィレンツェのオフィス美術館にあるんだけど、実はその前ローマ時代まだ裁判が続いてるか終わったばっかりの頃に同じの描いてるんですよ。こっちがオリジナルなんですよ。
これもほらたくましいでしょ、はい、これがもうその自分をレイプしたタッシですよ。いてもうたれっつって、本当にもうこの人も裁判の時にもそれを言ってるんだよ。もう殺してやりたいっつって、これはだから絵による復讐って呼ばれる作品なんですよ。これをローマ時代に描いてて、これはだから今ナポリのカポディモンテ美術館にあるんだけど、結婚してフィレンツェに行ってちょっと落ち着いてからもう一回描いたのがこの作品なのね。この作品の方がちょっとユディトを自分に重ねてると言われてるんですよ。でそれはなぜかっていうと、こっちのユディトとこっちのユディトと何違う？身につけてるものがちょっと違う。なんかブレスレットみたいな。ブレスレット、ブレスレットプラスされたでしょ、でこのブレスレットのアップ、これなんですよ。ちょっとこれ分かりにくいんだけど、アルテミス、この人の名前の元になったギリシャ神話の月と狩りの女神アルテミスの腕輪をしてるんですよ。このアルテミスっていうのは自分も神聖不可侵な処女神で、要するに処女を守る神様なんだよ。その名前をもらった自分がそういうレイプ被害に遭ってるっていう皮肉っていうのがあるわけじゃないですか。私はそんなことで怪我される問題ないっていうような、私の名前はアルテミジアだっていうしょうもない男は殺したる、アルテミスもそういう人だから、男がいいよって来たりするとさ、もう鹿に変えちゃったりとかいろんなことする人だから、そういう決意を込めてこれを書いたんじゃないかというふうに言われてるんですよ。だからこれがこのアルテミジア・ジェンティレスキの、絵によるタッシへの復讐として書かれたやつじゃないか。それはやっぱりカラバッジョの単に宗教画として娼婦をモデルに描いた絵とは腰の入り方が違うわけですよ。この人はだからそのレイプ裁判のことばっかりが有名になっちゃったんだけど、画家としても本当に能力があった人なんだよね。だからフィレンツェで当時トスカナ大公国だけど、トスカナ大公メディチ家なわけだよ。メディチ家がパトロンになってたくさんこう作品を描いてるのね。でこれの流れでほら今度運ぶところもこれもやっぱりたくましいでしょ、女の人がね。だからやっぱり男なんかいてもたるぞぐらいの気迫がある絵画なんでね、この人の絵ね。でこういうのばっかり描いてたわけじゃなくって、いろんな作品描いてて、でフィレンツェでメディチ家の庇護を受けたっていうのもあって、その頃やっぱりメディチ家の宮廷にいた学者がガリレオ・ガリレイなんだよ。ガリレオとも結構交流して、ガリレオとこう手紙でなんかいろいろ議論したいのが残ったりしてるのね。それでフィレンツェ時代にアルテミジアが描いた作品の一つがこれなんだけど、これがさ、計画の具って、計画って船の進路とかの角度なんだよ。でこれコンパス持ってるだろ、羅針盤持ってんだよこれ。羅針盤持ってあるとここ星があるんだよ。だから航海の時に羅針盤と星で方向を決めるっていう、その偶意なんだよ。一応これモデル自分だとも言われてんだけど、でガリレオはずっと大航海で現在地の経度を知る方法っていう、これ経度の発見って言ってなこれ時計の歴史上非常に重要なんだけどそれをずっと研究してた人なんだよ。ガリレオが振り子の当日発見したのも実はそのためなんだよ。現在地の経度を知るためには時差が分かれば経度が分かるから、船の上で狂わない時計があれば経度が分かる。だけどその時計が全然できなかったんだよ。だからガリレオはじゃあ木星の衛星で見たらどうかみたいなことで望遠鏡を発明して、だから木星の衛星にガリレオっていう名前のやつあるだろ。それでもダメだったりして、もういろいろこう研究してたんだよ。そんな話をアルテミジアとかともしてて、これですよ。これを発注したのが誰かというと、これがどこにあるかというとカーサ・ブオナローティってとこにあるんですよ。ブオナローティって名前なんか聞いたことあるでしょ、はい、ミケランジェロの名字ですよ。大ミケランジェロのミケランジェロ・ブオナローティのミケランジェロの甥がいるわけですよ。ミケランジェロは結婚してないから、ミケランジェロの甥、ミケランジェロ・ジュニアっていうのがいるんですよそれがミケランジェロを記念する大きな建物カーサ・ボナローティっていうのを建てた。でミケランジェロ・ジュニアも画家なんだけど、その建物全体をこう装飾するのに、一人じゃ無理だからいろんなアーティストに声かけて、アルテミジアにも声がかかって、だこれカーサ・ボナローティの装飾のために描いた絵なんですよね。だそんな仕事もして大活躍してるんですよ。
その後ローマに戻ってくるのね。これがどうしてローマに戻ってきたかが今一つよく分かんないんだけど、旦那の記録が途中で全然何も出てこなくなるんだよ。だから多分旦那が亡くなったんじゃないかいうあれなんだけど、まあローマ帰ってきてその後ベネツィア行ったりナポリ行ったりして活躍するんだけれども、その頃お父さんのカラバッジョの悪友だったオラツィオ・ジェンティレスキはイギリスの宮廷画家になってるの。それでいろんな宮殿に壁画や天井が描くでっかい仕事を受けちゃって手が足りねえと、アルテミジアちょっと頼まれてくんねえかっていうんでロンドンに行くんですよ。ロンドンに行ってお父さんの仕事をしてたんだけど、始めた次の年にお父さん亡くなっちゃうの、病気で。それで残りをアルテミジアが仕上げて帰ってくるんですけども、これはマルボロパレスの天井画なんだけど、こういうさっきも言ったけど、そのルネサンスの頃から女性の画家結構いるんだけど、壁画とか天井画やってる画家少ないんだよ。これはやっぱり単純に体力の問題だと思うんだよね。やっぱりこれ体力いるんで、まずでかいっていうのあるし、あとほらフレスコは早く描かなきゃいけないとかさ、高いとこ登んなきゃいけないとかさあるから、結構こういう壁画天井画やってる女性画家少ないんだけど、アルテミジアはそれもやってるっていう、なかなかの人だっていうことですよね。そのロンドン時代に描いた自画像、これ絵画の寓意ってこういういろんな寓意がある中に描いたんだけどがこれなんですよね。なかなか本人もたくましい画家ですよ。だからこういうふうにもう男の画家と全く引けを取らない大活躍をした女性の画家っていうのもいたわけですよ。しかもそのレイプ被害っていう過酷な運命を乗り越えて立派に仕事をした人がいるんですね。このロンドンでのお仕事をやり遂げた後、イタリア帰ってきてナポリで仕事して、多分ペストで亡くなったと言われてるんだけど、それでも60歳だから当時としては大往生の類だよね。堂々たる人生を送った画家なんですよ。この人は60年代以降フェミニズムが高まった時に、さっきのレイプ裁判とかその裁判のセカンドレイプの話があるから、そっちの方でちょっと英雄視されすぎちゃった、あんまり画業のことが逆に言われなくなっちゃった嫌いがあるんだけど、このようにもうそういうこと抜きにしても単純に画家として素晴らしい人だったっていうことなんだよね。そんな感じでこのアルテミジア・ジェンティレスキの後もね、例えばロココの時だったらマリー・アントワネット描いたビジェル・ブランとか有名じゃない。19世紀になると印象派でさ、メアリー・カサットとかベルト・モリドとかエヴァ・ゴンザレスとかいるし、それなりに一定数いりはするんだよ。だけどやっぱり増えてくるのはこれ他の職業も増えた1920年代以降だよね。第一次世界大戦でさ、男がいっぱい死んでさ、女性の社会進出が進むわけだよ。その頃だよね、やっぱり女性の画家が圧倒的に増えてきたのはね。で今はもう日本なんかでもむしろ女性の画家の方が多いくらいにはなってはいるんだけど、ただよ、それでもさ、まだやっぱさ、性差別とかセクハラとか日常茶飯事なんだよね。他の世界より多いくらいらしいんだよ、芸術の世界でのセクハラって。例えば画家さんに作品こうたるさかいみたいなことと、あとやたら美人画家とかいうのも俺セクハラだと思うんだよね。あのセクハラなんで OK なのってずっと思ってんだよ俺。美人画家だのイケメン画家だの言うのってさ、ある種のセクハラなんじゃないのとか思ってんだけどさ、これだけ女性画家が多くなってもそこが残っちゃってるのっていうのはどうすればいいですかこれ。首切りますか。いや絵でだったらいいですけどね。俺ね、一つはね、やっぱりこれご覧になってる方にもお願いしたいんですけども、女性の美術ファンがもっと増えてほしいと思うんですよ。あと女性の美術コレクター、買う人がね男が多いっていうのが一つ、さっきのその作家さんに対してのセクハラとかがなくならない原因の一つなんじゃないかって気がするんだよね。あるいはその評論とか書く人が男が多いっていうのが、美術に関する文章を書く人も女の人が増えて、美術のコレクターも女の人が増えてくることによって
少しは変わってくるんじゃないかなっていう気がするんだよ。もうこんだけもう今アーティストの数自体は女性多いのに、ルネサンスの頃からみたいなセクハラがいまだに続いてるっていうのはどういうことかなって思うんですよね。だからそれをなくすためにももっとこう美術のいろんな分野に女の人がたくさん参加してほしいなというふうに思います。よろしくお願いします。